おはようございます。青木です。三重県の四日市に来ています。ここはですね、近鉄電車の富田駅でございます。四日市、この四日市の辺りにはですね、鉄道マニア、要は鉄道を専門的にされている方が大喜びするようなですね、そういう、マニア要素、オタク要素が満載の鉄道がありますので、それをですね、満喫してまいりたいと思います。それがですね、こちらに止まってます三義鉄道線なんですね。三義鉄道、そう、ここ近鉄電車のね駅なんですけども、そのね駅をね間借りするような形でですね、この電車が止まっております。これにね寄っていきたいと思いますけども、三義鉄道、四日市の方に住んでる方はね何回か聞いたことあって、で、通勤とか通学でもね使ったことあるような方もいらっしゃるかと思うんですけど、この電車がねこの電車っていうかこの鉄道会社が本当にね鉄道マニアにとってはね、鉄オタにとっては、ユニバーとかねディズニーに行くようなそんなね感じなんですよ。そんだけね楽しい要素満載なんでね、今日はねどういうところをねマニアは喜ぶのか、そういったところもね気にしながら聞いていただければと思います。でまずこれ見ていただくと、関東地方の方これすごい馴染みがないですかこれ。これねもともと西武鉄道にいた電車なんです。そう、三義鉄道ではですね、もともと西武線で使われてた電車をですね、リサイクル再利用して使ってるということでね、いやこの時点でねもうすでに特にね東京の方住んでる、鉄オタの皆さんはねもうウハウハじゃないかなというふうに思いますけど、の書き方ね、モハって書いてある781、この車両の形式の名前は三義鉄道に来て変わってるんですけども、このモハって書き方もねこの西武鉄道ですよね。ということでのっけから、鉄オタ要素満載な、三義鉄道ですけども、今からですねこの電車に素直に乗っていくわけじゃないんですよね。そう、この駅を出ます。このね三義鉄道って、一応この富田からは出ているんですけど、もう一つですね起点の駅があります。駅の外に出てきました。で今からですねこの近くに JR の富田駅っていうのもありますので、そこに行きたいと思います。歩いて5分ですね、 JR の富田駅にやってきました。実はですねこっちの方が、三義鉄道の起点要素が高いところになってるんですね。ちょうど特急南紀号がですね、やってきております。多分ここで電車の行き違いとかすると思うんですけど、このですねこの南紀号の奥にですねその秘密が隠されております。なんか昭和時代の駅みたいなそんな感じなところになっていますけども、この2番3番乗り場っていうところをね降りていきたいと思います。ちょうど南紀号が発車していきますけども、ここが JR の駅になっているんですけど、こちら見ますとね、もうさっき渡ってた橋とはつながってはいないんだけども、ホームみたいなのがねありますよね。でこれがですねもともと三義鉄道の起点だったとこなんです。そう三義鉄道の富田駅だったんですね。今ねここにお客さんを乗せて走る列車ね、旅客列車が来るってことはないんですよ。ないのにここまだ三義鉄道の敷地で、ちょうど来ましたね。これ機関車ですね。機関車が、今使ってないホームのあるところにね来ました。そう、皆さんこの機関車ね何を引っ張ってるか分かりますか？今はね機関車がね2両仲良くこうやって走っていきます。でここ止まりましたね。ここ止まりました。この機関車はね実は貨物、主に、石材セメントをですね運んでいます。そうこの三義鉄道っていうのは私鉄なんですけども、私鉄では珍しく貨物もやってるんですね。というか貨物もそのメインのですね運ぶものになっているというのがですね三義鉄道になっています。これどういうことかというとね、この辺って平野なんで山とか少ないんですけど、向こうの方見ると山あるでしょ。そうこの山からですね元気よく警笛を鳴らしてくれましたね。ありがたいですけども、その向こうのね山々からのセメントをですね運んでくるという、そういう役目を、昔から担っているんですね。でじゃあなんでここにね駅というかね三義鉄道の敷地があるかというと、 JR につながってると、単純に全国いろんなとこ運べるじゃないですか。
なので、JR のこの富田駅のところにその三岐鉄道のこう敷地がねちゃんと残されてるということなんですね。じゃあなんで、お客さんを乗せる、営業をしていないかというと、JR ってね、今でこそねここの駅1時間に2本ぐらい電車が来るんですが、昔はねそんなに本数なかったんですよ。で近鉄電車は結構本数が、ね、昔からありましたので、お客さん乗るにはね電車本数が多い方がいいでしょ。ですので、この近くにある近鉄電車の富田駅まで、線路をですね、途中から分岐させまして、で今はですね、お客さんを乗せる電車はそこから出るというようなことになっているんですね。ですので、貨物と、旅客で始発駅が違うっていうのがですね非常にですね興味深い要素なんですね。さあであそこにねちょっと JR っぽい電車がね止まってるんで、それ見に行きましょう。いてはりましたねこの車両はですね JR ってめっちゃ書いてありますけど、JR のものではございません。この車両はもともと静岡県の JR で走ってたんですけど、古くなったんでちょっと新しい車両に置き換えようぜっていうことになりました。で、この車両はじゃあどないすんねんってなった時に、今回ご紹介する、今日の主役三岐鉄道がじゃあいらんのやったらちょうだいってことでですね譲り受けることになったんですね。ですのでこの車両は JR って書いてあるけども三岐鉄道の車両です。で、ちょっとねまだ譲り受けて間もないということで、まだ三岐鉄道で走れるように整備ができていなかったりしますので、まだですね三岐鉄道では走っていません。走ってないので、じゃあどこに置こうかなってことで、このですね、貨物とかも扱う三岐鉄道の広い敷地がですねこの JR の方のですね富田駅の方にありましたので、おそらくですねここにちょっとしばらくの間置いとこうってことになったんやと思います。近鉄電車の富田駅に戻ってきました。いやまだ電車乗ってないのにここまででもですね鉄オタ要素やばいでしょもうねお腹いっぱいって言ってる方もいらっしゃるかなっていうようなそんな感じですけど、いやJR の富田駅で電気機関車が見れたのはねすごい嬉しかったですね。いよいよですよ。今から電車に乗っていきます。ホームに上がってきましたけど、いやこれは熱い。これはですねこの電車は三岐鉄道の電車なんですけど、西武鉄道で活躍していた時の色に戻されてですね活躍しています。やばいでしょこれね。西武新宿とかね所沢とかね今から行けそうな感じがしてくるでしょ。さあそして我々鉄オタの強い味方こちらでございます。三岐鉄道1日乗り放題パスということで、これがあるとですねなんと三岐鉄道が1日乗り放題になって、で1200円めっちゃお得なんですよ。そうこの三岐鉄道にはですね後からご紹介しますけど、ここを走っている路線ともう1個ですね、路線がございまして、それもですね乗り放題になるということですね。なのでこれすんげえコスパがいいと思います。お待たせしました。11時14分発西伊豆原キャストします。扉閉めます。大安という駅で降りました。いや非常にね大安吉日縁起がいい駅名でございますけども、なんか電車変わってますよね。そう僕電車乗ってる途中ちょっと魔法かけてね電車のねラッピングをちょっと施したんですよ。っていうのはね嘘ぴょんな話ですね。ほぼって駅がですねこの2駅ぐらい手前かなにあるんですけども、3駅か車両交換っていうのが行われました。車両交換っていうのはどういうことかというと乗ってる電車が交代するんですね。西藤原駅っていうことでですね、運転していたんですけども、その終点まで行かずに、ほぼっていう車両基地がある駅でその電車おしまいで、代わりの電車がですねそこで待ってて、でそれがですね、西藤原っていうところですね三岐鉄道の終点まで行ってくれる、そういう運用があるんですね。なんでそんなことするかっていうと、
富田から出ていた電車を車庫に入れないといけないんですね。でそのほぼってとこに車庫があるんですけども、どうせねその車庫がある駅で代わりの電車待ってくれてるんで、実質西藤原まで行くやんってことで、そのようなことをしています。この大安という駅ですね、はい、ご紹介遅れましたけども、すんげえ特徴がある駅なんでね、なのでちょっと降りてみました。はい、これがですね駅の建物なんですけど、すごいですねおしゃれなレンガ造りなんですけども、はいですね、これ大安ってめっちゃ大きい字で書いてあります。はい、でここがですね駅の窓口なんですけど、図書館がね隣接してるんですね、この駅。はい、そう駅なのか図書館なのかよくわからない駅ということでね、はい、外こんな感じなんですけどね、思いっきり大安図書館って書いてありますね。さあ鉄分ことですね、鉄オタ要素、鉄オタの成分はすでにですねいろいろ摂取してお腹いっぱいになってるんですけど、肝心の本物のお腹がですねちょっと空いてきましたんで、そろそろランチにしたいと思います。はい、時刻はですね、11時40分ぐらいかなになっていますけども、この近くでですね安くて美味しい店があると、定食屋さんがあるということなので、今から行ってみたいと思います。いやいいですねこの田園風景ね。はい、あそこに駅があるんですけども、ここの道をですねずっとまっすぐ行って、だいたいまあ5分10分ぐらい歩いたところにそのお店はあるそうですね。いいですね、この元西武鉄道の黄色い電車がこの田園風景をゆっくりと駆け抜けていきますね。でちなみに三義鉄道で三義ってね、3っていうのは数字の3なんですけど、義っていうのは何かっていうと岐阜県の義なんですね。もともとですね三重県から岐阜県の方に向かって敷かれた鉄道なんですね、三義鉄道っていうのは。今もやってますけども、いい石が取れるところがですねこの三重県と岐阜県の県境付近の山々にあるということなので、そこはですね、全国に運ぶためにということで、作られてはいるんですけども、こんなですね、田舎の落ち着いたところを走ってる。でもね結構ね利用客も多いんですよね。ローカル線にしてはすんげえ頑張ってる、そういう印象を受けますね。なんか駅からちょこっと離れると家とかも増えてきましたけど、なんかあそこにですねモンゴルの人とかが使ってそうなですね建物がありますよね。はい、信号のある交差点出てきて右ですね、こっちに今から行くお店があります。それはこの道ね、この道も岐阜県の方とか、あと滋賀県も近いんでね、そっちの方に抜けていく道だと思います。結構交通量が多いとこですね。ラーメン&料理ブラックペッパーというところです。料理っていうまとめ方がねシンプルでいいですよね。さあ結構ね安くてうまいってことで評価も高かったんですけど、結構すごいですね。やっぱ車も止まってますけど特に並んではなさそうですね。でははい、ラーメンランチ、中華ランチ、日替わりランチでね結構いろんなものが食べれそうですね。待って、これで800円は安いですね。じゃあいただきます。いやー美味しかった。満腹ですよ、満腹。ほんとねもうほんと極楽極楽って感じですけどね。いや安いですねほんと。量で800円ですよ。キャベツなんかすげえ持ってましたし、でお味噌汁じゃなくて豚汁なんですよね。はい、豚汁もね普通の例えば松屋とか吉野家で出てくるようなお味噌汁の 1.5 倍はありましたね。はい。でチキンステーキ定食だったんですけど、チキンがねほんと柔らかくてね、いやもうねなんか今日のね晩ご飯いらねえかなみたいな、それぐらいですね。はい、満腹させていただきました。でラーメンとかもねあるみたいで、本当にいろんなメニューもあるんですよ。四日市名物のトンテキなんかもあったりとかしてですね。で、ラーメンはだとチャーハンがついて700円とかなんかな。めちゃくちゃ安いですよね。車がたくさん止まってたんですけど、本当ね地元の方からグルメ通みたいな人まで来てて、いろいろ愛されてるんだなっていうのがねよく分かりましたね。三義鉄道の旅でね、休憩するのにもすごく、最適な場所なんじゃないかなと思います。はい、ではですね大安駅に戻ります。これ遠くに見えますかね。はい、JR の富田の駅で見た電気機関車ですね。それが多分それと同じ
機関車がですね貨物を元気よく引っ張っていきますね。おそらくこれからJR の富田の駅に乗り入れて、でそこからですね JR 線を経由していろんなところにですね運んでいくんだと思います。多分JR の駅でその JR の電気機関車かなにね付け替えをするんだと思います。さあそれでは再び三義鉄道の電車に乗っていきたいと思います。次来る電車が13時4分ですね。さっきのブラックペッパーさんでね、テレビで新喜劇やってたんですね。でめっちゃ面白かったんでね、最後まで見ようかなと思ったんですけど、最後まで見てたらねギリ間に合わないんですよね。4分でここに来るのはさすがに無理やろうということですね。はい、泣く泣くですね途中ではいお店出てきたんですけども、って思った方いません？今あれ新喜劇って1時からなんちゃうのってね。はい、そうなんですよ。こっちはね12時からなんですよね。ちょっとね時差があるんですよ。なわけはないですね。はい、そうこっちはねみんなね関西弁とか喋ってるんでちょっと雰囲気ね関西っぽいんですけど、テレビはね実は、名古屋のテレビが映るようになってるんですね。で、大阪ではね毎日放送で、新喜劇は土曜日の1時から放送してるんですけど、名古屋の場合はね、1週間2週間遅れぐらいで、土曜日の12時からですね、はい、お昼から放送してるんですね。そうなので土曜日のお昼に新喜劇を見る文化っていうのは名古屋の近くでもあるんですけども、1時間早いで、ちょっとね、遅れてるってことなんですけど、さあではまた元気よくですね三義鉄道の電車に乗っていきましょう。次に目指すのは終点の西藤原駅です。はい、ということで終点の西藤原に着きましたけど、なんかいるぞこれすごい蒸気機関車が登場しましたね。いやいいですね。なんか四日市の市内にいた時よりはちょっと涼しいような感じがしますね。もう10月なんですけどもね、昼間は暑いんですけど、ここはねだいぶ涼しいです。ここはですね、藤原という町ですね。今いなべ市になっちゃったんですけども、2000年の最初ぐらいまで藤原町というふうに言われてました。藤原岳という山が有名なとこです。だから結構高いところまで来てるんですよね。さあでは駅の外に出ていきましょうか。はい、こちらにもまたですね機関車ですね出てきましたね。さっき貨物引っ張ってた電気機関車にと同じような色してるんですけども、これはね使われてないですね。でこれもですね機関車ですね。これなんかあれですね、台湾のなんか国鉄にこういう色のね車両とかいますよね。なんか台湾みたいですね。青空によく似合うこちらの駅舎はですね蒸気機関車をかたどっております。はい、どんだけ電車好きやねんっていう感じがするでしょ。でこの駅舎ね、ここはね改札口とかがある、事務室とかがある建物なんですけど、じゃあこれは何かというとですねお手洗いです。お手洗いまでですねこういう施しをしたというのがですね、本当にね三義鉄道さんは、電車好きに優しいということがねこの終点まで来てもね分かっていただけると思います。こんなとこまですすごいな。こういう後ろのねこの赤いやつとかまでちゃんとね再現してあるっていうのがね。それでは先ほどホームから見ていた機関車たちをですねもっと間近に見に行きたいと思います。ここがですね公園になっているんですね。入場料はただなんですけど、すごいですね。入り口に踏切があるんですね。これを渡って入るということなんですけども、ここにミニ SL ですね、ミニ電車がこう走れるような設備がありまして、今日はね走ってないですけども、それがある関係で踏切も用意されてるんでしょうね。黄色い蝶々、はい、鉄オタの蝶々なんですかね。蝶々に電車が好きな個体がいてもいいでしょう。こちらの SL はですね、この三義鉄道が開業した当時から走っていたものだそうですね。いややっぱかっこいいですね。こうやってでこれは機関車の向きを変える装置ですね。であそこに、そのミニ電車の車庫があるみたいですね。なかなか本格的な設備をね整えましたね。このミニ電車をね作る、それにおいてもですねこだわりを隠せないというか、こだわりをですね、貫き続けるところがですねやっぱりこの三義鉄道のいいところだと思います。
で、西藤原の駅はねもうちょっといる予定だったんですけど、急遽ですねちょっと行きたい場所ができたんで、さっき乗ってきた電車折り返し、あとですね5、6分もしたら発車してきますので、それに乗っていきましょう。一日券のいいとこはね、沿線でここも行きたいってなったらですね柔軟に行くことができるんですよね。ブレーキの解除音がえげつないですね。この電車がどんだけ古いかっていうのがねよくわかりますよね。はい、ということでホームめっちゃ低いですねこれ、西があれば東があるということで、東藤原駅にですね、やってきました。そうこの東藤原駅の近くではですね、近くにはこうやって電車が止めてあるところがあるんですね。これをですねちょっと見に来ました。電車ね発車するのを見届けていきましょう。この色がねほんと今日秋晴れの天気に合いますよね。なんか太陽の国を走る三岐鉄道、そんな感じがしますけども、東藤原駅の近くにはですね太平洋セメントがありまして、このですね三岐鉄道の筆頭株主になっています。ちょっと行ったところにね大きい工場とかですねセメントをいっぱい置いてあるところとかがねありましたけども、この辺りから全国に運ぶということですので、こういった形でですね、機関車とか、あとこれはセメントを入れるやつですね、入れるやつって言うんですけどなんていうんですか、貨車ですね。はい、貨車ってはいお前本当に電車マニアなのかと鉄オタなのかというふうに言われそうですけども、で、これとね、あともう一つ後ろにあるですね、最初ご紹介したJR の元 JR からやってきた電車もねいますんで、次の電車まで30分ぐらいあるので、じっくり観察していきたいと思います。このゴミ入れの手書き感がいいですね。ネットの情報によるとですね、この JR の車両これ211系電車っていうんですけど、これをですねなんと30両もですね、譲り受けたということだそうです。なのでこんなたくさんいるんですけども、冒頭でご紹介した通り、この電車はですね静岡県内を走っていました。静岡ね、浜松とか静岡とか沼津とか、東海道本線、日本の大動脈東海道本線で主に活躍していたということです。うわすごいなこれ。本当なんかこれ三岐鉄道感がないですよね。これ JR ですね。これ JR の、どっかの車庫みたい、そんなね、たくさん、列車がいます。でまだねこう見ると優先座席そのままステッカー貼ってありますよね。で行き先表示器ですね。ちょっと逆光で見にくいかもしれないですけど、これ何も表示されてないですね。はい、カラフルな電車がやってきましたね。これに乗って一駅先の伊勢八田駅まで行きます。はい、一駅乗って伊勢八田駅で降りました。でここもすごいですよねこの敷地の広さ、いやーこれね地方の私鉄とは思えないぐらいなね、土地持ってますよね。元西武の三岐線の電車に乗るのはここでおしまいなんですけども、元西武の車両って味がありますよね。西武の車両っていうのはですね、三岐鉄道以外にも、いろんな例えば近江鉄道とか、伊豆箱根鉄道とかで再利用されていますので、全国的に見ることができるんですけども、今からですね乗りに行くのは全国的にもですね見ることができない、世界的にもですね珍しい部類に入るんじゃないかなって、そういう鉄道に今から乗りに行きます。
その鉄道こそがですね、今から乗りに行く三岐鉄道のもう一つの路線、北西線、三岐鉄道北西線になっています。どんな電車かっていうのはね、あえてですねここでは言わないようにしておきますね。三岐鉄道っていうのはもう2つの路線があるんですけども、乗り換え駅がないんですね。その2つの路線同士をですね乗り換えられる駅がないんですね。そうなんですけども、この伊勢八田駅っていうのと北西線の終点である揚木駅っていうのは比較的近い、近いって言っても 1.6 キロぐらいあるんで、ウォーキングにはちょうどいい距離だなっていう。さあこの踏切を渡って北に行かないといけないんですけども、ちょうど電車が来るみたいなんで、名残惜しくね三岐線にですねお別れを告げて、北西線の方に行きたいと思います。今日最初に乗ったですね西武線のカラーの電車が通ってきましたね。とりあえず踏切を渡ったところのこの道をですね、道なりにまっすぐ行って、で川とかも途中で渡るんですけども、その先にですね三岐鉄道北西線の終点の駅揚木駅があります。はい、大きな交差点が出てきましたけども、こちらがですね国道365号線といいまして、だいたい三岐鉄道のね今まで乗ってきた三岐線に並行して走ってる国道ですね。であそこに見える大きい山、あれがおそらく藤原岳でしょうね。そして見てください、景色いいですね。開けてて、私たち結構高いところにね三岐線に乗ってきてたんだなってことがよくわかりますよね。こういうですね原風景的な景色を思う存分楽しめるのも三岐鉄道の旅の魅力ですので、鉄オタじゃないよっていう皆さんはね、ぜひねこの景色を見に三岐鉄道の電車乗りに来ていただければなと思います。稲部川橋と書いてありますけども、この地域を流れる大きい川ですね、稲部川です。いやこの景色がいいですね。川の向こうに街がね見えてきました。あれがおそらく今から行く揚木の街並みです。ここに書いてありますね、北西町揚木って書いてありますね。揚木ってなかなか、読みにくい字ですよね。はい、そして揚木駅到着でございます。 1.6 キロって言ってたんですけど、意外とね景色見てたらすぐでしたね。そしてここにですねバスターミナルがありましてですね、この辺の、交通のジャンクションみたいなそんな感じになっているのがこの揚木駅ですね。まずねいっぱい歩いたんでちょっと体を癒しましょうよってことでですね、なんとですねこの揚木駅には温泉があります。そう、温泉もあるんですね。すごいでしょ。この三岐鉄道ってね、鉄オタが喜ぶ魅力もあれば、これ旅行のね醍醐味を味わわせてくれるようなそういうものまであるということで、だからこそおすすめしたくなるんだなと思いますね。道の駅みたいで、落ち着いた雰囲気ですね。こちらがですねお風呂カフェ揚木温泉という施設になっています。でここにシェア自転車もあるんですね。はい、この赤い自転車でね昔よくロケしてましたよね。はい、お湯でした。休憩所もね広くて、でコーヒーも無料だったりしたんでね、今日は旅行終わりにしてね休憩所でずっとね寝転んでようかなと思っちゃったんですけど、はい、ダメです。そうまだですね北西線が残ってますのでね、意外とねまだ半分ぐらいしか来てないんですよね。もう旅の終わりみたいなそんなね感じだったんですけども、いやお風呂ね広くて良かったですよ。縦長のね、作りになってたんですけども、で熱いお湯と、ぬるいお湯っていうか、熱めのお湯とぬるめのお湯があって、で、露天風呂もあって、露天風呂は少し小さかったんですけども、内風呂はですね人がもう本当10人とか15人ぐらい普通に入れそうなそんな大きさでした。はい、ですので結構混んでるかなと思ったんですけど、すごくゆっくりね入ることができて、で洗い場のねシャンプーと石鹸の種類がねそれぞれ2種類ずつありまして、お好みの方をね選べるというそういうですね粋な計らいがなされていました。
さあということで、こちらのお風呂カフェあげき温泉さんを後にしましてですね、お待たせしましたよ。本当にお待たせしましたですよ。日本でも珍しい鉄道、三岐鉄道北西線に乗りに行きたいと思います。もう電車ちらっと見えてますね。はい、そうです。あれ電車ですよね。なんかちっちゃくないですかね。はい、そうなんですよ。ちっちゃいんですよ。はい、三岐鉄道北西線の電車はですね、ちっちゃいことで有名です。あれですよね、遊園地の乗り物みたいなね、そういう、黄色い電車がこう止まってるんですけども、これね、なんでちっちゃいかというと、線路がね、幅がめっちゃちっちゃいんですよ。ナローゲージと言いまして、線路幅がですね、確か700何ミリかなんですよね。で、これがいかに小さいかというとですね、新幹線のレール幅がですね、確か1400何ミリ、要は1メーター40センチぐらいあるんですけども、言ったらね、めっちゃ細い電車なんですね。ちっちゃいというか細いですね。こんなね、細いレールだとですね、乗ってみると分かるんですけど、結構揺れます。はい、下支えがね、ちょっと新幹線とかに比べたら心細いということもございますので、結構揺れたりするんですよね。でもその割にレールの幅がちっちゃいとですね、電車もちっちゃくできるんで、いろんなとこね、電車ちっちゃいとね、土地があんま少ないとこでも走らせることができますので、一時期ですね、昭和の最初のぐらいかな、戦争が始まるか始まらないぐらいの時代にはですね、全国的にこのちっちゃいですね、細い電車がですね、流行していました。軽便鉄道というふうに言われています。でこの軽便鉄道なんですけども、全国的に流行ったとは言ってもですね、やっぱり揺れが激しかったりスピードもですねあんまり出せなかったりしますので、普通の鉄道、要はですね、レールの幅、線路の幅が広いやつにちょっと置き換えようとかですね、そういう動きが起こりまして、今現在ですね、日本に残っているのは3路線しかありません。で、その3路線のうち2路線がですね、この三重県にございまして、その1つがこちらの三岐鉄道北西線、今発車していきましたけど、そちらの鉄道になっているということなんですね。ではですね、そのちっちゃい電車をね、早速体験していただきましょう。はい、改札に入ってきました。で、北西線の方はね、ハイテクで自動改札機もあるんですね。で、ここにゴミ箱があるんですけど、これね、どっかで見覚えがあるゴミ箱なんですよ。そう、近鉄電車でね、よく使われているタイプのゴミ箱なんですね。なんで近鉄電車のやつがね、じゃあここにあるかというと、この三岐鉄道北西線っていうのはもともと近鉄電車だったんですね。そう、近鉄電車の路線やったんですけども、2003年にですね、近鉄電車からこの三岐鉄道に経営が移ったと、そういう歴史があります。なので、もともと三岐鉄道っていうと、私たちがさっき乗ってきた三岐線の方ですね、はい、富田から出てるやつが、三岐鉄道の路線やったんですけども、2003年、今からですね21年前、もう21年も経つんですね、はい、その、時期にですね、この北西線が仲間入りしたという歴史がございます。さあ、そしてこれが線路なんですけど、やっぱり細いな。三岐鉄道北西線の細長い電車がですね、この上木駅に入ってきました。で、この北西線の電車なんですけど、この小ささ、細長さゆえにですね、エアコンを取り付けることが困難でですね、で今でも一部の車両がエアコンがついてない状態で運転されているそうです。こちらが車内ですけど、すごいなこれ。足伸ばしたら普通に向かいの人に当たります。これがエアコンなんですね。エアコンってね、上についてるんですけど、上にもつけられないからここにつけたんですね。いやー、僕もね、北西線久しぶりに乗るんですけど、改めて見るとこれはですね、おもちゃですよね。私たちは今からこのですね、黄色い北西線の電車に乗りまして、で、最終的にはですね、終点の西小穴という駅を目指すんですけども、途中でですね、1個だけ寄りたい駅がありますので、そこで途中下車したいと思います。
日を浴びるこの黄色い車体がいいですけど、そしてこのモーターの音がねいいですよね。いやもう足はねしびれたっていうかね、小刻みにね揺れるんでね、足元がマッサージをね受けてるかの、足つぼとまでいかないですけどね、足のマッサージをね受けてる、そんなね感覚を味わうことができましたいやすごいな改めてやっぱ北西線ってすんげえなって思いますよね。でモーターなんですけど、吊り掛け駆動って言って、主にですね昭和の中頃ぐらいまでに作られた電車で採用されているモーターでございます。今令和ですよねそうなんでじゃああんな古いモーターがね未だに現役かというと、簡単に言うと、いろんな理由があると思うんですけど、要はこの軽便鉄道自体が珍しい鉄道なので、新しい車両を作ろうと思うとね結構ねお金がかかったりするんですよね。だからああやって丁寧にですね、電車を使っているというのがこの北西線の特徴でございます。はい、私たちが降りた駅はですね大泉駅という駅になっています。はい、某北海道のね人気番組サイコロの旅とかするやつをね見てた方は思わず陽とねつけたくなりますよね。大泉洋さんね、水曜どうでしょうとか、僕もね結構友達ん家行った時にねビデオってビデオじゃないかDVD やったかなはいでなんか見せてもらったことあるんですけど、結構面白いですよね。特にね90年代の韓国とかに行ってたりしてね、で窓口に係の方がいらっしゃらないんで、ここにあるインターホンでですね切符を見てもらって、で多分あそこを開けてもらうんだと思います。はい、改札が開きましたね。ちょっと切符なしでね改札を通るのって結構ねバターンとか行かないかなって不安になったりしますけども、こちらが大泉駅でちょっと今日はね残念ながら閉まっちゃいましたけども、ここにですねウリ坊という、施設があって、道の駅みたいな形でこの地域で採れた、農産物お野菜とかを、売ってたりするんですよね。こんな感じで本当ね道の駅みたいな感じになってるんですけども、でねこの北西線っていうのはもともと近鉄電車のものだったっていうふうに先ほど申し上げたと思うんですけども、で近鉄電車から、三岐鉄道の手に渡ってですねとあることをしたんですね。何をしたかというと、駅を廃止したりまた駅を作ったりって、そういうことをですねこの北西線でやりました。でどうしてそんなことをしたかというとですね、例えば A 駅と B 駅があったとして、その2つの駅は利用者がねちょっと少なくて困ってたんだけど、 A 駅と B 駅の間にですね C 駅っていうのを作ったら、結構ここだったら人結構乗るんじゃねっていうような、そういう駅がですね何箇所かありました。でなので A 駅と B 駅をじゃあ配信して、その代わり C 駅作って新しい C 駅っていうのを作ろう、そんな感じで生まれたのがこの大泉駅なんですね。僕ね三重県の特にこの辺りは夕暮れ時の景色が一番好きなんですよね。夕日が沈んでいって、でその周りの雲たちもこんな感じでオレンジがかっていくのがね、いやたまんないっすよね。この景色がですねそろそろ旅も終わりですよと言わんばかりにですね、私たちを見守ってくれていますけども、私たちはですねあと 3,4 分ぐらいしたら西桑名行きの電車が来ますので、それに乗って終点の西桑名まで行きたいと思います。すでに遠くの方で踏切が鳴ってますね。土地がこんだけね開けてるんで、遠くの音もね聞こえてきたりするんですよね。さあラッピング電車がやってきましたね。このラッピング電車もちゃんとこの電車のサイズに合わせてねラッピングがされてるんですね。さあそして一番後ろ、これ冷房がないやつですね。はい、非冷房車って書いてあります。じゃあせっかくなんで最後は非冷房車に乗りましょう。上になんかエアコンみたいなのありますけど、あれはですね風をただ単に送る装置です。要は扇風機と一緒ですよね。はい、終着西桑名に到着しました。ちょうどいいところに火の鳥がやってきてますね。
なんかいいですね。旅の終わりに火の鳥を見た、いい記念になりましたね。ということで、西桑名ってね、一体どこにあるんだって思われるかもしれないですけど、要は桑名駅なんですよ。すぐそこにですね JR と近鉄電車とあと養老鉄道線の桑名駅がありますので、そこに行ってエンディングしましょう。はい、三重交通バスがお出迎えしてくれましたけども、桑名駅ですね。あそこにですね桑名駅がありまして、でこちらが西桑名の駅なので、ほんとすぐそこですよね。でここにロッテリアがあるんですけど、これ昔のロゴがねまだ残ってるんですよ。今ロッテリアって英語で書いてあるじゃないですかね。ちゃんとロッテリアハンバーガーってね書いてあるのがねいいですね。今日の旅にふさわしいロッテリアがですね、ふさわしいロッテリアってなんかわかんないですけど、そういうものがですねここにあります。今日はですね三岐鉄道を1日かけてですね満喫してみましたけども、いかがでしたでしょうか。古き良きものがですねいっぱい残ってる、やっぱそこがですね三岐鉄道の一番いいところじゃないかなと思います。原風景、田園風景とともにですね、列車が走っていくところとかですね、車窓の眺めとか、いやそういうのもですね満喫できて、非常にですね鉄オタじゃない方も、乗ってて楽しいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね皆さん三重県に来られた際は1日乗車券もね、安くてありますので、三岐鉄道を使って旅行をしてみていただければと思います。ではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。